SP 包装の分かりやすい例で言うと、サワシンの錠剤とか上と下のスペースの空白の大きさっていうのが違うんですよ。輪ゴム越しにパカって開いて個数を確認したりするんですよ。ようそ、薬剤師本日で管理のハッピーです。本日も動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。本日のこちらの動画では、調剤をする際に僕が意識しているヒートの束ね方についてお伝えしていきます。調剤薬局の代表的なお仕事って2つあると思うんですけど、まず処方箋をもとに医薬品を集める調剤担当の薬剤師さん、そしてその集めたお薬が合っているかどうか確認する監査担当の薬剤師さんがいるんじゃないかなと思います。本日の動画は前者の調剤に関するところですね。ピッキングをした際に周りの従業員の方からなんて丁寧な薬剤師さんなんだろうと思ってもらえるように僕が日頃から意識している点をお伝えしていきます。動画の流れなんですけれども、まずそもそもヒートの特徴とか種類ってどういうものがあるのっていうのをお伝えさせていただいてから、後半で僕が業務上意識しているヒートの束ね方をお伝えしていきます。本日の動画はですね、これから調剤薬局の薬剤師として働かれる方にはね、非常におすすめの動画になってるんじゃないかなと思います。ぜひご参考ください。全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?はい、それではまずヒートの種類であるとか特徴についてなんですけれども、まずこのヒートっていう言い方ですね。人によってはシートっていう方もいらっしゃるんですが、どちらも同じ意味になります。僕はヒート派なので、こちらの動画ではヒートを使わせていただきます。で、包装単位に大きく2種類あるんですけれども、PTP 包装と SP 包装っていうのがあったりします。PTP 包装が皆さんイメージしていただけるザ医薬品と言われるような片面がプラスチックで、もう片面がアルミでできているような素材になっています。SP 包装っていうのが両面がプラスチックであるとかアルミになったりしてますね。SP 包装の分かりやすい例で言うと、サワシンの錠剤とかが挙げられますね。SP 包装の方が PTP 包装に比べて破れにくいっていうのはあるんですけれども、湿気にね弱かったりする特徴があります。それぞれねメリットとかデメリットもあったりするんで、ここら辺は覚えておいていただければなと思います。で、もう一つ PTP 包装で注意していただきたいところがあって、遮光タイプのものがあるっていうことですね。これヒートのねプラスチックの部分が赤色とかになってて光を防ぐようになってるんですけど、分かりやすい例で言うと利尿剤のラシックスであるとかビタミン剤のメチコパールですね。こちらに関しては遮光タイプのヒートになっておりますので、例えばこれをねヒートから出して一方化した場合とかは薬局によってはね遮光袋に入れて患者さんにお渡しする場合とかがありますのでご注意ください。ということで、まずヒートのね包装単位としては PTP 包装 SP 包装があるということでした。それではお次、ワンシート内に存在する医薬品の数についてなんですけれども、これは大きく4つタイプがございまして、1錠タイプ、10錠、14錠、21錠タイプが存在します。一番最初の1錠タイプなんですけど、これは月1回であるとか週に1回とかしか飲まない医薬品ですね。わかりやすい例で言うと、骨粗しょう症のお薬とかが挙げられます。で、10錠ヒートに関しては、調剤薬局の医薬品の在庫って基本的には10錠のヒートがメジャーなんじゃないかなと思います。これはね、ただただ数えやすいっていう特徴がありますね。そしてお次14錠ヒートは、これワンシートで1週間分とか2週間分綺麗にね、数えられるようになってます。1日1回のものであったり、2回のものが多かったりします。わかりやすい例で言うと、痛み止めのセレコキシブであったり、胃薬のね、エソメプラゾールが挙げられますね。で、最後の21錠ヒートなんですけれども、これはね、1日3回飲むタイプの医薬品でワンシートで1週間分ですよっていうのが多かったりします。で、例えばそうですね、先ほど説明したメチコバールであったり、お腹の調子を整える整腸剤ビオ3とかがあります。ピッキングをするにあたっては、まずはね、数を間違えないでいただきたいので、計算機を使って正確にね、やっていただくのはいいんだけれども、そのうち皆さん業務をしていると速さが大事っていうのが分かってくるので、14錠とか21錠のヒートに関しては、九九みたいな感じで、かける9まではね、すぐ頭でね、パッと思い浮かぶようにしておいた方がね、僕はいいんじゃないかなと思います。ということで、ここまでがヒートの種類であるとか特徴についてでした。はい、それではここからが本題で、ヒートの束ね方についてなんですけれども、なかなか皆さんね、入社されてもヒートの束ね方って先輩薬剤師さんから習わないと思うんですよ。なんでかっていうと、こんな細かいことをいちいち言ってたら、新人の入ってきた薬剤師さんに嫌われると思うんですよね。なので今回が僕が嫌われ役を買って出てお伝えしていきたいなと思います。大事にしている掟が5つあるんですけれども、まずヒートの束ね方、掟1つ目ですね。1錠ヒートは作らないという
いうことでございます。これは患者さんにとっても薬局にとっても作らない方がいいなと感じてます。まず患者さんはね、これ皆さんご想像つくかなと思うんですけれども、一錠ヒートを作るとなくしちゃうんですよ。で、一錠ヒートがないっていうことで、後で電話がかかってきて、薬局でね、ちょっと問題になって、無料で一錠渡すっていうケースがね、少なからずあるんじゃないかなと思います。で、薬局での一錠ヒートのデメリットが、例えば、9錠のね、ヒートがありました。8錠患者さんにね、渡しますってなった時に1錠のヒートができますよね。で、その1錠のヒートを箱に入れて保存して、次回使う時に、その1錠ヒートを見逃してしまって、間違えてゴミ箱に捨てちゃったりするリスクがあるんですよ。その他にもですね、例えば患者さんに1錠ヒートを渡して、残りの9錠ヒートが薬局の在庫として残ったとしたら、その9錠ヒートを次回10錠のヒートと見間違えてしまして、間違えて調剤監査通ってしまって患者さんに対して1錠少なめの数で渡してしまって問題になるっていうことが起こってきます。なので1錠ヒートを作るっていうことは本当にね、患者さんにとっても薬局にとっても、あんまり良くないことなんじゃないかなと思いますので、どうしてもね、できちゃうケースがあると思うんですけれども、そのような場合以外はなるべく1錠ヒートを作らないようにね、していただきたいなと思います。ということでヒートの束ね方、一つ目が1錠ヒートは作らないということでした。では次です。ヒートの束ね方、掟2つ目が、波数のヒートは2、3個までにしていただきたいということですね。で、これ波数の定義を申し上げると、1シート10錠ヒートだった時に、1錠から9錠のもの、これを波数1とします。例えば21錠調剤しなければならないケースで考えると、10錠シート1枚と2錠と2錠と6錠と1錠。この場合はですね、波数4に当たりますので、避けていただきたいという話ですね。で、これ言うと21錠集める場合って10シート2枚と1錠でええやんって思う方いらっしゃるかなと思うんですけど、これは掟1に反してきますので、なるべく避けていただきたいね、集め方になります。21錠だと、基本的には10錠シート1枚と6錠と5錠とか、あとは3錠と8錠とか、波数2にするのがね、一般的になってくるんじゃないかなと思います。ということで、ヒートの束ね方、掟2つ目が、ヒートの波数は2、3個までにしていただきたいということでした。ちょっと鼻炎なんですけれども、3つ目ですね。ヒートの束ね方、掟3が、ヒート同士は上下で組み合わせるということでございます。これたまたまこちらに花粉症の治療薬がありますので、実践形式でやっていきたいと思います。で、ヒートって皆さん見ていただければお分かりかなと思うんですけど、上と下のスペースの空白の大きさっていうのが違うんですよ。なので、これ上同士にして錠剤を噛み合わせると、こんな感じでですね、ちょっとズレが生じてくるんですね。なので、こちらを上下逆さまにしていただいて、このようにすると、綺麗にヒートが積み重なってくるよっていうことでございます。やっぱり2ヶ月分とか3ヶ月分になってくるとズレがね結構生じてくるんで、ここら辺は上下逆さまにしてほしいところではありますね。わかりやすい例で言うと、皆さんあれですよ、ミルフィーユケーキで例えることができますね。僕たまにカフェで食べるミルクレープが大好きなんですけれども、あれってクレープとホイップクリームが綺麗にね整列してケーキの形をしているから、食べたいなって思うじゃないですか。ただ層が横にねずれちゃってケーキのね原型をとどめてないとなんか違和感を感じたりするじゃないですか。あれと一緒です。ということで、ヒートの束ね方、掟3つ目が、ヒート同士は上下逆さまにして組み合わせるということでした。それではラストスパートですね。4つ目です。ヒートの束ね方、掟4つ目が、輪ゴムをきつく締めすぎるのを避けるということでございます。皆さん、ピッキングするときにヒートって、こんな感じで輪ゴムで留めたりするかなと思うんですけれども、これをね、きつく締めすぎる、ギッチギチにね、締める方とかもいるんですけども、これはなるべく避けていただきたいなと思います。波数とかをね、意識していれば、こういうことは起こらないと思うんですけれども、仕方ないときはありますよね。もし締めるときは、最高で2、30くらいまでがいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、薬剤師さんって監査するときに、こんな感じで輪ゴム越しにパカって開いて個数を確認したりするんですよ。これがきつくなっちゃってると、そもそも個数を確認できないし、開けたとしてもヒートが断裂してしまうリスクにつながるんですよね。他にも裏のアルミとかが破れちゃったりするリスクとかありますので、輪ゴムをね、ギッチギチにきつくするのは、避けていただきたいなと思います。ということで、ヒートの束ね方、掟4つ目が輪ゴムをきつくしすぎるのを避けるということでした。
それではこれでラストですね。ヒートの溜まり方起きて最後5つ目がラテックスアレルギーの方に注意せよということでございます。で、これラテックスアレルギーは何かっていうと、皆さんヒートを束ねる時に輪ゴムっていうのを使うと思うんですけれども、この輪ゴムに触れてしまうことによって皮膚疾患が起こるのが、ラテックスアレルギーの方でございます。薬歴の患者情報のところとかに書いてあるかなと思うんですけれども、ラテックスアレルギーなので輪ゴムはしないように調剤するとか書いてあったりします。この場合はなかなか調剤がね、ヒートがバラバラになっちゃうんで難しいなと思うんですけれども、チャック袋にバラバラでね、入れたり、患者さんが落とさないようなね、工夫をしている薬局が多いんじゃないかなと思いますので、ここは皆さんが勤められる薬局のご指示に従っていただければなと思います。ということで、ヒートの束ね方起きて最後、5つ目がラテックスアレルギーの方には注意せよということでした。はい、皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。本日の動画では僕が調剤するにあたって意識しているヒートの束ね方についてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。やっぱりね、最初はカプセルとか錠剤をピッキングするにあたって個数を間違わないでいただきたいんだけれども、こういう細かいところの積み重ねが僕はインシデントの減少につながっていくんじゃないかなっていう考えがあります。ぜひ動画内でもいいなと思ったところだけでもいいので実践していただければ僕は嬉しいです。こんな感じで薬剤師のオフィスでは若手薬剤師さんであるとか薬学生の方にコンテンツ発信していきたいと思いますので応援よろしくお願いします。また僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社株式会社 T ハーフ運営しておりますので、薬局経営者様、薬剤師様興味ある方いらっしゃいましたら概要欄の方にリンク貼らせていただきますのでお問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れっした。